なんかある日 JTT で練習してて、全然僕知らなくてその存在を。でこうスパーリングを何気なくこう見てたら、めちゃくちゃいい動きするやついるなと思って、こいつちょっと普通じゃないなって思ったんですよ。で話聞いたらまだ格闘技始めて3年ぐらいしか経ってないっていうんで、これはやばいぞと思って、これはガチでやばいやつ来たなと思って、これからねバレてくるんじゃないですかね。18歳です。秋元京馬です。東京コルケンホールからお送りしています。左返していきます。左ストレート、そして左、ここで染めるか、近づいていくか、秋元パウンドアウト。ちょっと失礼。きっかけは本当お父さんが結構格闘技好きで、ライジンを見て、そこでミクルさん、カイさんを見て、でどんどん見ていくうちに自分もやりたくなっちゃって、で始めたって形です。お父さんちなみにおいくつ？41。41歳。わけな、なるほど。お父さんは誰のか。プライド時代なんで、山本キッド選手とか、五味選手とか、あと正人選手とか。なるほどね。あと俺です。あと俺。はい。ずっとサッカーやってたんですけど、あ、サッカーやってたの？はい、でもサッカーもやめて、高校も行かずに格闘技やりたいって言って、高校行ってないの？高校行ってないです。別に不良じゃないよ。不良じゃないです。全く違うです。タバコも吸ったこともないし。50人と喧嘩とかない？ないです。ないです。全然ないです。なんとかに似ていいって呼ばれるようなことは全くないです。全くない。そうなんだ。普通に試合出てサッカーがあるとこでやろうと思ったんですけど、なんか普通の高校生を送るなと思って、で、ミクルさんとか見てるとなんか普通の生活は嫌だみたいなよく言うじゃないですか。その平凡な人生で終わりたくないっていうのは常々思ったから、なんか自分も確かにと思って、で賭けに入れます。始めたのがキッズから始めてる子とかよりは絶対遅いと思ってたんで、もう誰にもやろうと思ってた。だからもう朝昼晩ひたすらやってたんです。20歳になるまでに必ずチャンピオンになります。バンダム級は僕に注目しててください。ありがとうございました。賭けだな。賭けたっす。まだ賭けてるんですけど、まだ成功してないんで。カイさんとめっちゃいいスパンしてます。バカなんですけど格闘技は賢いタイプ。すげえセンスあって、なんかとにかく目がいいのと、なんか唾液もシャープだし、でバランスもいいんですよね。腰のバランスとかテイクダウンされづらいみたいな。だから誰も勝てなくなると思いますよ。試合の時はあんま緊張しないタイプ？試合の時はそうですね。入場しちゃえばもう早くやりたいなと思います。青コーナー朝倉未来推薦。結構試合決まってから絶対負けるって声ばっかだったんで。さあ組んできた。ここで山田組んできた。入っていけないようなプレッシャーがあります。正直、思ってたよりっていうのも感じたんで、自分全然通用するなと思ったんです。これ鈴木選手、はい、旗色いいのは秋元ですよね。そうですね、リズム聞いた。バディこれが KO できなかったです。KO してますからね。ウォーミングアップの時見た目結構強そうに見えないじゃないですか。多分見方が変わるんですけど、いざ対峙してみる。いやー、先に言っときますよ。多分これからのライジ彼が引っ張ります。はい、間違いないです。
金太郎 VS 秋元京馬。いやでも強いだろう。自分的にはまあ強いと思ったことはないんで、大臣初戦でまあ一番いい相手だなって感じです。でも実力的には正直相手にならないと思ってるんで、当日は期待してください。お願いします。いやまあイラっていうかまあ怖いもの知らずなのかなっていう感じですね。秋元京馬選手から、僕と試合したいっていうのを聞いて、しっかり後悔させてやろうと思ってます。僕はそれを知らなかったんで、どんな選手か、別に喧嘩売られてるなら、全然買おうと思って、その相手いちいち選んでる暇もないんで。何試合か見ましたけど、勢いあっていい選手だなとは思いますね。年齢の割にキャリアの割に落ち着いてるし、ちゃんと冷静に、打撃を当てられるとか、そういうところはすごい、怖いところなのかなとは思いますよね。相手にならないみたいな感じでだと思うんですけど、それは多分リングに入って多分分かることだと思うんですよ。だから初めての展開になると思うんで、甘くないというか、そこを分からしたいなっていうふうに思いましたね。前回の試合ってご覧になりました？見ましたよ。バズ・ライトイヤーでしたっけ。普通に寝技とかもできてたじゃないですか。やっぱ引き出しが増えたんじゃないかなと思います。自分はやっぱ ATT 来てよかったんじゃないかなとは思いますね。ゲームが下手やなって自分で感じてたんで、勝つためにみんなどういう風な作戦を立ててるかとかすごい参考になってます。自分の予想では自分が一方的に圧かけて2ラウンドあたりで KO 全然できるんじゃないかなと思います。スタンドで殴り合ってほしいなって思ってます。ボーイズ、今日は秋元の試合と秋元とヤーマンだから5ラウンド1、2、3、4、5。さあヤーマンとのスパーリングに臨みます秋元京馬。まずはヤーマンがハイキック、さらにはヤーマンここで左の前の手を使いながらフェイントもかけます。プレッシャーをかけてくるヤーマンです。タックルだ、片足タックルに入ってきました秋元。そして一階級上のヤーマンに対して崩しにかかります。さらに持ち上げてテイクダウン。ストライカーの秋元ではありますが一本勝ちを収めたこともあります。だってバンタムフェザーですよ。組も結構しっかりできる。運動神経。さあ今度は秋元京馬の方からプレッシャーをかけます。左のジャブが飛んできます。ヤーマンの左のジャブ、ミック。おっとここで止めましたヤーマン。どうしたことでしょうか。赤く染まっています。左目上から出血です。ヤーマンが形状当たりしました。なんと秋元京馬の右フックにカットです。ヤーマン鏡で自分の今傷口を見ました。確認しました。なんと右フック一閃、ヤーマンをカット。秋元京馬の殺傷能力です。さすがに続けられませんヤーマンです。あいつ危ないっすあいつ危ないっすね言ったでしょ強いですね。5ラウンドやってますから僕といつもあいつ強いですからハンドグローブで割れたの秋元ってどう天才っすよマジで。天才の言葉以外に出ないっすよ。駆け引きがうまいというか、ここで来ないタイミングで来るんでマジで強いっすよ。超一流です。だから、僕が言っちゃうんですけど言うし、なんか任せられるなっていう。カニさん、ミクルさんがいたポジションに、行きたいです。いいじゃん、朝倉未来の入場曲できるでしょ。意思をつないでるんですよ。それがすごいな。それやっちゃうと、ミクルさんもう二度と帰ってくるんだよ。俺がそれやっちゃうと。そんなことない。でも自分は自分って言った方がいいですよね。
ずっと格闘技に真剣に向き合ってきたんで、絶対強くなってる自信があるんで期待していてください。18歳の自分がもともと不良をやってたいかつい見た目の人倒した方が前的にも盛り上がると思うんで、負ける気しないんで殴り倒したいなって思ってますね。はい、今回ちゃんと圧倒的に勝って、実力証明できたらなと思ってるんで期待していてほしいです。ブレイキングダウンの悪い子たちにあんまりこう触れさせない。もちろん会議、そこはもう純粋なんで。あとは女の子のプロテクションがしっかり。大体人気になると寄ってくるじゃないですか。でその誘惑に負ける人が弱くなっちゃうんですよ。だから彼にはそうなってほしくないです。彼女いるんですか？いないです。今できてもいないって言ってるんです。そうで彼女にはもしいたとしたらごめんね言わないといけないんだよって。しっかりケアして。皆さんこんにちは。タップアウト TV のお時間です。本日は大好きなライジンチャンネルに乱入してライジン48個人的裏メインの元谷祐希 VS 太田忍2に関するニュースをお伝えしていこうと思います。まずはこちら、おしゃべりすぎるメダリスト太田忍選手。長所は思ったことをそのまま言っちゃうおしゃべりなところ。このおしゃべりで多くのファンを楽しませてきました。そして短所は時におしゃべりが過ぎて炎上するところと、見ての通りちょっとぶりっ子なところです。例えば昨年4月の倉本一馬戦が決まるよりももっと前に行われたインスタライブでは、なのに元谷さんってやってるのに関わらずさ、負けちゃったけどさ、倉本から逃げてるとかさ、意味わかんねえじゃん。逃げてるわけねえじゃん倉本。あいつ何言ってんだよ、気持ち悪い普通に。レスリング時代の先輩倉本一馬選手にも容赦なく強気な発言をしておられました。時には強気すぎる発言で自分自身を追い込みすぎてしまうこともあります。次のライジンでお前負けたら AV デビューだからな。いや意味わかんねえだろ、負けねえけど。お前今言ったからな。お前次倉本一馬に負けたら AV デビューな。あ、別にいいっすよ。負けたらそんなもん全然出てもいいし。なんだあいつ。負けません。負けません。炎上系 YouTuber にそそのかされペロッと余計な約束をしてしまいましたが、この後 KO 勝利を収め誰も望まぬビデオデビューを免れました。また別のインスタライブではライジンバンタム級上位陣を片っ端から煽ったり、バンタム級のベルトに意欲を示したりと強気な発言でしょっちゅうファンをワクワクさせておられます。ですが時におしゃべりが災いすることも。例えばこちら、2年前の7月ライジン37で今回の対戦相手元谷祐希選手に敗れてしまった直後のインスタライブでは、おしゃべりすぎる太田選手ついついもちろん元谷さんの方がさテクニックも戦歴もあるしさ、うまさでやられてしまったんだけども、自分の持ってるパワーの 30% も出せなかったかな。38度ぐらいのやつだったんだね。だってこの前とかだと俺クソ弱った状態で試合してたからさ、あんな状態の俺だってあるわけじゃん。ポロッと元谷戦では体調が最悪だったことを生配信で言ってしまいました。この後手厳しい格闘技ファンたちからの猛攻撃を受けしっかり炎上しちゃいました。そんなおしゃべりすぎるメダリスト太田忍選手ですが、今回の試合はちょっと様子が違います。大人になりましょうと自身を戒め、言ってはいけないことを最も言いたい時に言わないのが大人というものということを学びました。冬の時代が来そうなので太田選手を推します。いや来ないでしょ。来ない絶対来ない。大丈夫だと思う。危ねえ。これについては何もやっぱ何でもないです。ドーピングについての危ねえ。赤澤選手寸止めですが、なんとかお口チャックに成功しました。何があったか分かんないですけどね、空気は読めるんで、僕大人なんで MMA では空気読まないですけど。太田選手ものすごい進歩です。果てしない何か言ってしまいそうな時には歌ってごまかすという手法も学びました。ものすごい進歩です。元谷選手との再戦を目前にしてお口チャックモードに突入した太田忍選手。先日9月15日いつものようにインスタライブを行いました。主な発言内容をまとめてご紹介します。試合2週間前だけど今はすごく気分がいいという太田選手。その理由は今はチートデイだからとのこと。この日のお昼は大量のうなぎとアイスを食べたそうです。減量末期のこの時期は特に美味しく感じたことでしょう。太田選手、試合2週間ぐらい前には日体大にレスリングの稽古に出向き、しんどい思いをして追い込むのが最近の試合前ルーティンだそうで、明日日体大にレスリングをしに行きます。やっぱり MMA ってレスリングだわと述べ、
レスリングの重要性をかみしめておられました。またこの日は UFC306 ショーン・オマリー vs メラブ・ドバリシビリが盛り上がったということで、視聴者からはメラブと戦うならどう戦いますかというコメントが来ていました。しかしこの何気ないコメントが太田選手のお口チャックモードを決壊させてしまいます。太田選手、このコメントを拾うと、メラブだろうが誰だろうが関係ない、スタンドでガンガンいってタックル入ってテイクダウンしてボッコボコに殴ると言った後、俺はね、元谷に関してもね、そうするよ。もう作戦動向っていうより俺のレスリングが通用するかしないか、すると思ってるから。朝倉海選手がいなくなったライジンのバンタム級のチャンピオン誰がいいって言われたら太田忍しかいないし、普通に当たり前に。だ他の選手考えてみ。次タイトルマッチあるキム・スーチュル、井上直樹、あの辺がチャンピオンでもって感じじゃん。俺が元谷負けちゃってみ、最悪だろ。ライジンチャンピオンその辺だったら誰がライジン来るって話やん。俺しかいないし、やっぱバンタム級でチャンピオン張るんだったら。おしゃべりすぎる太田選手復活です。その他セルジオ・ペティスだって当たり前にぶっ飛ばすとか、早くチャンピオンになってチャンピオンとして強い外国人選手を倒して名前を売りたいとか、今回のライジン48は本物の純粋な MMA を見に来てほしいなどともおっしゃっていました。もう完全に設定を忘れて太田選手超絶ヒールモードに突入、自らを追い込んでおられます。さらにおしゃべりは止まりません。しかも同じ選手に2回負けるってもうなんかそこ見えちゃうって感じじゃん。もう元谷以下だなっていう風になっちゃう。そんなわけねえじゃん。しかもなんか俺あんまり試合前にさ、その選手に対してどうとか思わないけど、なんだっけな、なんかで俺見ちゃって、元谷さんが何回やってもこの前と同じ内容になってしまうと思いますみたいな。そんなわけねえだろバカがって感じじゃん。そんな2年半経っててさ、同じ年会になるわけがないじゃん。多分余裕がないんかなと思ったね。徹底的に潰しに行くねと元谷選手を煽っておられました。お口ビーフ少し前までこんなぶりっ子をしていたのが嘘のようです。生まれながらのおしゃべりヒール太田忍選手でした。今のところライジンで一番好きな選手忍君いいね。今のところじゃない、ずっと俺だけを押して俺だけを見て。お次はこちら、そんな太田忍選手の対戦相手元谷祐希選手。こちらはおしゃべりすぎる太田選手とは正反対、とっても寡黙、徹底した表情管理のもと、どんな時でも決して表情を崩さず、会見でも必要最低限のコメントをすることでおなじみの元谷選手です。しかし堀口恭司選手らが所属する ATT に移籍したことを皮切りに YouTube も開設し、笑顔も増えました。元谷さんって思ったより笑うんですか？全然笑いますね。少し前までは私生活など謎大きいイメージが強かった元谷選手ですが、最近はよく SNS にて何気ない日常を投稿しておられます。投稿文はいつもだいたい10文字前後、リアルと同じく SNS でも寡黙な元谷選手ですが、日常を投稿するたびに1000件単位でいいねがつき、こちらの投稿に至っては万バズ。たった10文字程度の発言で格闘技界隈以外のネット民からも注目される投稿を生み出しました。ある意味発言のコスパ最強の元谷選手、最近では日本語だけではなく英語も頑張っておられます。 Nice to meet you. Today sleeping more strong. 練習環境もガラリと変え、 YouTube にも SNS にも英語にも果敢に挑戦する元谷祐希35歳。一時期はもう成長しないとか頭打ちなどといった厳しい声も届いたという元谷選手ですが、そうですね、やっぱよく成長しとんかとか言われるんですけど、そんなすぐ言ってバッて変わるもんではなくて、少しずつ掴んできたところもあるんで、まだまだ強くなってますね。はい。20歳から始めて MMA を。で、まだ15年しか格闘技してないんで、まだまだ伸びると思ってます。と力強くおっしゃっていました。そんな元谷選手、試合まで2週間を切った先日9月17日、またまた新しいことにチャレンジしました。なんとインスタライブを行ったのです。格オタインスタ界隈の方ならわかると思いますが、元谷選手がインスタライブをするなんて本当に珍しすぎることなのです。元谷選手、ライブをするのは今回で2回目、だいぶ前に一度やったきりとおっしゃっていました。愛犬のてんちゃんも一緒です。ここでプチ元谷情報です。てんという名前の由来は10日の日に元谷家に来たので適当に名付けたとのことです。どうやればいいんかな、あんまりしたことないんで、こんな感じで大丈夫ですかね、インスタライブ。ウェーブって何ですか？ウェーブ。
なんせインスタライブ2回目ですので使い方に慣れておられないのもご愛嬌です。そんな本谷選手、現在は名古屋におり、名古屋で試合の最終調整をしているといい、調子はすごくいい、あとはいい試合をするだけとのこと。通常体重は70キロ半ば、でも太ると80キロぐらいになっちゃう。ラーメンをよく食べるのですぐに体重が増えてしまうともおっしゃっていました。そうですね、試合終わったら斉藤選手と、コラボしたいですね。なんとも渋い組み合わせですね。そして本谷選手、この後しばしラーメンの話で視聴者さんと盛り上がっておられました。ウェイトトレーニングしてますかとの質問には、あんまりしてないけど体も大きくなってきて筋肉ついてきたような気がすると返答。今回の太田忍戦、セコンドに堀口恭司選手はつきますかとの質問には、多分ついてくれると思うとプチ暴露。豪華ですね。 ATT ではどういう練習をしていますかとの質問には、でも ATT でレスラー多いんで、レスリングの攻防、太田対策っていうよりは、たくさんレスラーと練習して、レスリング対策というか、レスリングの対応はできるように、ちょっと練習してました。と言い、太田選手とはやっぱり不仲ですかとの質問には、そんなこともないと思うんですけど、普通ですね。前、前夜祭で会った時は普通に話したんですけど、そんな感じです。はい。と意外なアンサー。前回の太田忍選手との試合は参考になりますかとの質問には、参考になる面もあったり、参考にならない面もあったり、やっぱりあっちも成長しているので、参考になる面もあったり、強くなってるところも含めて練習していきたいなと思います。とのことでした。多くは語りませんが、ファンからの質問に対してゆっくりとお上品にアンサーしていく本谷選手。10分ほどで貴重なインスタライブは終了となりました。そろそろ10分ぐらい経ったんでやめようかなと思います。ありがとうございます。これどうやって切ればいいんや、これか。ありがとうございました。さて、今月29日に行われる RIZIN48、何から何まで正反対のお二人が再戦します。どうやって負けるんだろう。負けたらもう多分俺センスないからセンスない分かってるんですけど、僕 MMA のやめた方がいいんじゃないかなと思ってます。別に打撃でも寝技でもどっちでもよくて、とりあえずフィニッシュを目指します。今回はスタンドの KO ですね。当日頑張りましょうって感じで。数字で言うと3倍ぐらい。3倍も強くなったって本人が言ってるんですか？あれの時が3倍強いのはもうベルト3本ぐらい持ってるんじゃないですか？強くなった太田選手がリベンジするのか、それとも本谷選手が返り討ちにするのか、この試合めちゃくちゃ楽しみです。熱い試合になること間違いなしですね。9月29日はぜひリアルタイムでこの試合を観戦しましょう。以上、本谷祐希選手と太田忍選手に関するニュースをお届けしました。タップアウト TV でした。